ジャパニーズヨガのなつみんです。これ絶対試してみてと思っている私のとっておきのメソッドがあるので、それを紹介します。体が超絶硬いんですという方に絶対おすすめなものです。3つ紹介していこうと思っています。で、なんでここまで絶対試してみてって言えるのかというと、本当に多くの方とヨガをしてきて、これをしたら今よりも確実に柔らかくなるっていうものがあるんですよ。で、そこに行き着いたのはやはり硬くなる原因もあるんですよね。それを解消していくっていうことが今日の動画のテーマなのかなと思っています。まず、1つ目にやはりこのお腹周り、腸のあたりが硬かったり冷えている方が体が硬くなっているっていう傾向が大きいです。なので今日もこの腸周りをほぐすというものを1つやっていきます。で、2つ目は足です。私たちって日頃生きていて、立ち上がったり歩行したりというふうに生活を過ごしていますが、この土台となる部分からずれていると、その上につながっている関節っていうのがやはりずれてきたり、うまくバランスを取ろうとしてしまうんですよね。なのでこの足を整えるっていうことで、無駄なこわばりや緊張っていうのがどんどん取れていきます。さあ、ではまずですね、足から今日行きましょうか。指ほぐしになります。で、裸足の状態で、例えばマッサージクリームやオイルがあると滑りが良くなるのでやりやすいかもしれません。そしてまず、親指、人差し指とこの指をジグザグ動かすということからしていきたいんですが、座り姿勢で今私やっていますが、これだと届かない、痛いっていう場合は椅子でもいいかと思います。さあ、指を順にジグザグ動かしていきましょう。小指の方まで、指の付け根というんでしょうか、根元、そこからしっかり開いていくような感覚です。さあ、全体的にほぐせたでしょうか。では続いてこの足の裏を自分の方に見せていきます。指圧していきたいんですが、手のひらでグググッと押すような感じでもいいですし、届く方は肘、全然無理という方はこの足の裏で土踏まずのあたり、足全体を踏んでいきましょう。硬い場合ですね、この足の裏の状態もガチガチだったりします。たくさんのツボ、反射区がありますので、刺激をするだけで全身がほぐれやすくなる準備のような感じです。さあ、では続けていきましょう。今度はですね、足の甲側を自分に見せて、骨と骨の間を指で刺激します。ちょうど足の甲の真ん中のあたりまででしょうかね。そのくらいまで本当は足の指の骨ってつながっているんですよね。なので私たちが視覚的に見えてるだけじゃなくて、ちょっとですね、この指先をグッと上げると骨がニョキッと出てくると思うんですよね。そうやって見ていくと、かなりこの指の骨が長いっていうのが見えるかと思います。さあ、では軽くほぐしましょう。握る手ですね、優しく握って流すような感じです。そしてくるぶしの下、かかとサイドから挟んでグリグリっと刺激していきます。では次です。下から上へとほぐします。そして
軽く揺らすような感じでもいいので、ある程度ふくらはぎが刺激できたら、私動画でも虚骨の調整をしましょうということを言っています。かかとを少し蹴り出した時にこのへこむところがありますね。足首と足の境目あたりです。なんとなくでいいので、このへこむところをクッと押していきます。少し押しながらゆらゆらとしていきましょうか。私たちの骨が約200ぐらいの骨で私たちの体できているんですが、筋肉の付着がない骨と言われているのがこの虚骨になります。なので筋肉の付着がない分ずれやすいっていうふうに言われてますね。さあ、一度動きを止めて、私皆さんの鏡のようにすると、左足今していますね。どちらからでももちろんいいですが、今度反対の手で手と足の指を絡めるように握手していきましょう。で、下の足伸ばしてもいいですし、今のように私のように曲げてもいいですし、少し高さを出してもいいです。膝を立てる感じ。この虚骨、かかと突き出した時にへこむところですね。なんとなくでいいのでぐっと指を、押さえるような形でしょうか。そして回していきます。すごくシンプルな足首回しなんですが、侮れないんですこの足首回しをすると、その人の体の硬さがわかるぐらい、なかなか動かないですという方は、やはり股関節周りも硬かったりします。では逆回転もしましょう。できるだけ大きく回すという意識です。では動きを止めて、鼻から吸って吐きながらぎゅっと握って圧迫。一旦リラックスしてもう一度吸って吐きながらぎゅっと握って圧迫。さあ、一度解放します。今度この足、今私左を行いましたね。今度は割り座をしていきましょう。外側です。左側に横座りになるような状態です。体重が片方ばかりにかかっていたら、なるべく土台を安定させるという意識にしてみてください。横側に流した時にしんどい場合はちょっと引き寄せると楽になるという方もいます。次は小指側ですね。側面をなぞって、この小指の底辺が見つかります。ちょうど最後、かかとの前ぐらいに少し出っ張った骨があるんですが、そこを下から押し上げるような感覚です。押していきます。指でもいいですし、手のひらで押してもいいかと思います。ここを刺激することで、このちょうど側底部、小指側の骨の側底部、基底部ですね。ここも詰まりやすいっていうふうに言われてますね。なのでここを刺激してスペースが空いてくると、この外側から始まって股関節のあたりまで緩みやすいです。さあ、では一旦解放しましょうか。今度反対なので、左足を伸ばしたら右足行っていきましょうか。同じように指ほぐしから大きく縦に動かして、で少しずつずらしていきましょう。なかなかね、普段の生活で足の指に触るということって少なくないですか？そうやって例えば脳から一番遠い部分にあるので、その部分を触っていくことで眠っている力を引き出していくという、そんな意識づけもあります。
さあ、小指側までしっかり足の指が開けたら、今度足の裏、自分の方に向けて手のひらで押してもいいし、肘で押してもいいし、足の裏で踏む。これは自分のやりやすいものをチョイスしてみましょう。さあ、ある程度押せたでしょうか。押せたらこの足もう一度立てて、指でいいのでこの足の骨の間を触ります。わかりにくい場合は指先を少し持ち上げるようにして骨と骨の間を確かめて、そして優しくでいいです。あんまり強く押すってよりかは何でしょう、ゆるくゆるくやっていく感覚の方がほぐれると思います。特に足の甲側のあたりですね。そして優しいグーを握って流しましょう。くるぶしの下、かかとの横です。刺激します。さあ、刺激ができたらふくらはぎを下から上、下から上へとほぐしましょう。足が硬くなりやすいという方に本当におすすめです。ぎゅうぎゅう引っ張るストレッチなんかよりこういったほぐしの方が体は柔らかくなる場合が多いです。さあ、では少しこのふくらはぎを揺らすような感じでほぐしましょう。ではそこからこの足を反対の足に乗せて、手と足の指を深く絡めていきましょう。足首ぐっとかかと蹴り出した時に、ちょうどへこむところが足首の始まりのあたりにありますね。そこを指を差し込むような形で刺激しつつ回します。さあ、逆回転。一度動きを止めて鼻から吸って吐きながらぎゅっと握りましょう。少し緩めてもう一度吸って吐きながら握ります。では手足をほどきましょうか。一度両膝を立てて、次はそのまま膝を左に倒したら右側に足を横側置き直していきます。だいたいお尻土台が安定する箇所に座るようにします。そこから外に逃がした小指側の側面を指でなぞると、かかとより真ん中あたりですかね、少しポコッと出た骨が見つかります。小指の基底部、あたりなので、その骨を下から突き上げるような感覚で押しましょう。ぐっと小指の骨の詰まりを軽減していくようなイメージですね。さあ、そうすることによって足側から股関節が緩みやすくなります。スーッと背を伸ばすように上に頭の先からつられているイメージにしてみましょうか。
呼吸は自然と流します。さあ、では外していきましょう。一度足を前でゆらゆら。一旦伸ばしましょうか。股関節も内外内外。ゆらゆら。そして膝ですね。膝のお皿も優しく回すような感覚でさすります。意外と膝のお皿って冷えやすかったりするんですよね。さあ、では軽く撫でるようにOK。 さあ、これだけでも私はすっごい足がなんかもうふわふわ柔らかい感覚になっています。皆さんはどうでしょう。そしてもう一つ腸もみというのを紹介します。うつ伏せですね。拳を握って足の付け根に挟み込みます。少しお尻を揺らすような形で場所を探ってもいいですし、足の付け根が痛いという場合はお腹にずらしていきましょう。足をピンとまっすぐ伸ばすようにして、まず右足を上げます。軽く足を使っていきますね。足先を遠く後ろに伸ばす感覚、股関節の間にスペースが空くぐらい足を伸ばしてみましょう。一度下ろして反対。同じように足を遠く後ろに引っ張りながら、また下ろしてあと一度ずつ上げて下ろす。反対。さあ、骨盤を揺らしながら拳の位置も少しずつずらしていきます。こわばりや緊張がある部分があれば念入りに拳の位置をずらして刺激を伝えていきましょう。もう少し深めたい場合は膝を曲げて左右に揺らしてさらに負荷をかけてほぐします。では動きを止めて足を伸ばします。手を胸の横に突き直して手で地面を押して指先足先を立ててお尻をかかと体重をぐっと足先にかけます。さあ、では座り直しましょう。一度正座になって背を伸ばした後、拳を握って首から頭の後ろ側です。後頭部のあたりトン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 と振動を与えましょう。口をポカーンとしながら優しい響きを伝えて、このあたり脳幹がありますね。脳の幹です。優しい振動がその部分を活性して必要であれば体の柔軟性であったり高めてくれます。さあ、動きを止めて肩をふわりどうでしょう。私はもう肩がなんかふわっとしているのと体がポカポカ温まっている感覚がものすごくありますさあ、今日のヨガは体が超硬いという方に絶対おすすめしたい2つの動き、最後3つ目しちゃいましたね。脳幹の刺激というのも、体の流れを整えてくれるのでおすすめです。3つでした参考になれば嬉しいです。そして自分で自分の体を楽にぜひ癒してあげてくださいね。
心地よく動けたという方はぜひグッドボタンで教えてください。またコメントもお待ちしています。そしてこれを毎日続けていくと本当に体ほぐれたり柔らかくなっていくと思うので、そういった自分の体の変化にもし気づいたらぜひ教えてくださいね。では今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。